あなたは何でもお見通しみたいね。誰にでも嘘はつけるけど、自分の気持ちには嘘はつけないもの。誰もあなたは騙せないか。あのナビゲーターを除いてはね。中間覚を使わなくても彼が何を考えているかくらいはわかるわよ。チャリさんは自分が一番ナビゲーターを信頼していると思い込んでるみたいだけど、私に言わせればあなたほどじゃないわね。ナビゲーターの登場に驚きもしないなんて。彼が死ぬはずがないし、死んだとしても生き返るもの。まるで不死身の生物みたいに言うのね。キャンシー、幽霊、吸血鬼、ゾンビ、どんな姿になったとしても彼は戻ってくる。みんながそう思ってるわ。みんなって血便のこと？ナビゲーターを信頼しているドライバーのことよ。それはあなたの例外じゃないでしょ、アライタ。少なくとも私は彼に不死身の生物になってほしくはないけど。そうね、私たちならそうする。世界を救う可能性をたった一人に託してしまう。そして彼なら当然のように私たちの期待と願いを受け入れてくれる。だからこそ彼は私たちのナビゲーターなんだから。あなたの笑顔を見るなんて久しぶりね。笑顔なら毎日見せてるでしょ。違うわよ。あなたの笑顔ときたら指で口の端を釣り上げてるようなのばっかりだったじゃない。ホラー映画のクリーチャーみたいに言わないで。ホラー映画に限った話じゃないと思うけどね。これは彼にしかできない賭けよ、アライタ。彼がここにいるからこそ賭ける意味がある。私たちの全てを彼に賭けなきゃ。彼ならあらゆる絶望を反転させてくれると信じてるわ。一世一代の賭け、それもいいかもしれないわね。私たちのチャンスはこの一度きりしかない。だったら残りの人生は全力で臨みなさい。作戦会議って地図上の場所に丸を書いて私たちのいる場所と線でつなげるだけでしょ。まともな教育を受けたことがないのなら、今この場で慎重という言葉の意味を教えてあげてもいいわよ。おバカさんの扱いには慣れてるから。こいつ誰が教育を受けたことがないですって。あいつら相手にこの私が慎重になる必要なんてないわよ。これはあなただけじゃなく私たち全員の問題なの。あなたの狂気に私たちが付き合う義理はないのよ。私は狂ってなんかないわ。でも彼女の言うことにも一理あるんじゃないか。ルートの策定も重要だ。ルートなら10年前に策定済みよ。10年前？当時のアライタはまだ血に飢えたセイレーンって呼ばれてたわね。ニューチェストンに移った後にもう一度避難所に戻ろうとして失敗してるの。移転時に利用したルートはおろか、新しく開発したルートも封鎖されてしまったから。一度失敗してるルートをもう一回通るつもりってこと？当時の失敗の原因はとある変数を考慮に入れなかったことよ。今回はその点にも備えるつもりだから。ちょっと待ってくれ。どうして一時避難所に戻る必要があったんだ？
ステファニー博士を連れてきたかったのよ。彼女なら情勢を好転させる方法を思いつくかもしれないから。そうか、ステファニー博士を。それで計画を頓挫させたその変数って？幽霊よ。暴食が関係してる。そうだな。戦場で破損した幽霊たちが暴食と同化して現在になったのよ。ゾンビ映画みたいに理性を失い人類を殺すだけの怪物にね。それってどっちかっていうと人工知能の暴走ってテーマじゃない？変だな。どうしたの？シャリサーは覚えてないかもな。もう20年前の話だし無理もないか。俺たちが当初幽霊部隊を起動させたのは暴食による同化を受けないと考えていたからだ。もし暴食の総務から影響を受けるのならそんな大きなリスクを踏んでまで起動させるはずがないからな。そっか、完全に忘れてたわ。そっかって、そんな重要なこと20年も黙ってたの？忘れてたって言ったでしょ。それに思い出していたところで結果は変わらなかっただろうし。でも今は違う。そのためにはまずあなたを送り返す必要があるけどね。話を戻すわよ。チェストン近くの避難所に向かうなら注意すべきことが3つあるの。一つは幽霊の件、他の2つは高等現在と現在か。準在級現在と通常の現在よ。高等現在は警戒しなくてもいいのか？高等現在がどこに行ったのかはわからないけど、この3種のうち1種にでも発見されれば高等現在に居場所がバレるのと同じことだから。できるだけ静かに。戦闘を避けられないようなら最短時間で解決する必要があるわ。とはいえ巨大化すれば矢でも目立ってしまうな。山のふりをして静かに移動するのはどうかしら。だったら私がエベレストをやるわ。色がそっくりでしょ。世界最大の泉がカスピ海で、一番長い川はナイル川で、一番バカな人類はチャリサーってことも知ってるわよ。はっきり聞こえてるんだけど。現在に遭遇するまでは巨大化はしないつもりよ。みんなもアストラルを持ってるのか？たとえあったとしても幽霊や準在級現在と戦うだけの力は引き出せないわ。私たちは自分の原核コアをニューチェストン号に保存しているの。巨大化時に必要となるニムビウスエネルギーも搭載されているわ。ニューチェストン号？私たちとは十数年以上の付き合いになる輸送車よ。乗り物っていう選択肢をすっかり忘れてたよ。スペクトラルフォールディングバリアか。ステファニー博士が私たちに残してくれた最後のテクノロジーであり、彼女を探すための手がかりでもある。本当に素晴らしい発明よ。
ステファニー博士のテクノロジーだったのか。悪くない計画ね。ただし問題が一つだけ残ってるわよ。誰が運転席で誰が助手席なの？まだ決まってないんだったら助手席は私がいただくわ。